アニョン、パクンです。今こちらにですね、ジュヘイさんを招待しております。ジュヘイさんはもともと韓国に行って、偶然日本に一回来て、韓国に戻って、今は会社員として日本で働いています。航空会社で働かれてるんですけれども、航空会社って韓国人とか日本人とかいっぱい見るじゃないですか。韓国人と日本人どういう違いがあったのってことを聞いていきたいと思います。そしたら、ジュヘイさんよろしくお願いします。じゃあまずは、今、航空会社でどういったお仕事をされているのか。航空会社で日本人向けにマーケティングをしてます。割引キャンペーンを実施したり、どういう路線で、どういうタイミングでキャンペーンをしたら予約率が上がるのか、データを見て実施する。その仕事をやってます。働いてみて、日本の方と韓国の方の違いみたいなことは、どういった部分で感じました？これを相談したいんですけど、と連絡をしたら、まず挨拶の打ち合わせから始めましょうみたいな感じで、着実な段階がもっと大事な感じ。韓国人は初めて会社に連絡してもすぐカカオとか電話とかでスピード感がもっと速くて、一回も見なくてもすぐ契約したり場合が多いですね。日本の場合だと丁寧に一個ずつ一個ずつで、やはり韓国はスピードとか効率を大事にしていますよね。そうです。で、そういうのを韓国の人からして日本で働いてると、もっと早くしたらいいかもなみたいなことは感じないですか？それよりも、韓国人の担当者が、これもっと早くできませんかと言われたら、日本の国はそれができない国なんですよという説明するのがもっと大変なことが多かったので、ちょっと韓国側でも、日本という国は早くするのがもっと慌てる場合が多い国だなという理解してほしいんですよ。そっちか。日本はこういうやり方でやってるので、韓国とはもう考え方が違うんですよみたいな説明が大変なわけですね。はい。翻訳をしたり、やりたりを手伝ってする場合が多いので、それが大きな悩みですね。それ言ったら理解してくれるんですか、向こうは。ノーコメント。理解する人もいるんですけれど、理解できない人もいるので。韓国と日本の、架け橋みたいな役割を今、会社の中でやってるわけですね。働いてて、どういった大変さがあったのか。会社内部的な話になるんですけれど、一人で打ち合わせとか行く場合が多いので、日本の会社は新人が一人で打ち合わせの場合があんまりないと思います。先輩とか上司とか必ず参加する場合が多いんですけれども、韓国はあんまりそれまで気にしなくて、担当者なんだから一人で会議に行く、打ち合わせに行くことが多いんですけれど、一人で来たら、一人なのみたいな感じああ、そうなんですね。部長みたいな立場でもないから、新人が一人で来た ?20 代女性が一人で私は一人で、あっちは部長のレベルまで5人ぐらいで会議もやるし、その場合と思います。いや、確かに。僕も日本の考え方だったから、商談って2人以上は行くものかなと思ってるんですけど、1人で行ってるんですね。はい。今の航空会社は、どちらかというと韓国系の会社。じゃあ1対5で座ってるとどんな雰囲気の？むしろ私が同じ日本人だったらもっとプレッシャー感があって突っ込んだりするかもしれなかったんですけど、むしろ私が外国人で韓国人だから大丈夫だったんです。確かに外資系会社の外国人って考えたら、確かにね。そういう商談に行ったらビジネス的な敬語とか接し方もあるじゃないですか。そういうのは難しくなかったですか？難しかったんですね。入社したばかりでは、メールとかを書くときも、様を抜いて、名前だけで送っちゃったりすることもあったし、仕事的に日本語も使う機会が多いんですけど、韓国語を使うから、敬語とかあんまり喋る機会もなくて、理解できなかった時は正直に言います。今理解できなかったんだから、もう一度。そうすると空気重くなったりとかしないんですか？いえ、全然。そうする場合はなかったです。逆に温かく見てくれる感じもありそうです。それもあるし、仕事的に私がお願いするっていうよりも、私の会社がお金を使うんですから。はい。そしてあっち側はお金をもらうことが多いので、それ気楽。よかったです。自分がお願いしに行って1対5とかだったらちょっと厳しいですよね。はい、このビジネスマナーって面白いなみたいなのありました。言い方ですね。してくれたじゃなくて、させていただきますとか、尊敬語が複雑だな。
ということ、そのぐらいだと思います。わかりました。そもそも仕事を楽しまれてるんですよね。はい。難しさがあるとしたらこういった難しさがある。で、最後の質問ですが、なんか韓国人だからこそあった強みみたいなのありましたか？性格もあると思うんですけれども、さっきの言ったように、一大合ってするとき、日本人だったら心配したり、ありえないことだと思うかもしれないんですけど、韓国人だから仕方ないから、とりあえずやってみようという、もっと東京になるべきことはやってみようという思うことが多いと思います。迷うぐらいだったら、とりあえずやってみて、その後結果見よう的な感じなんです。日本人同士だったら丁寧にやるっていうところを、そうなんですね。広告を発注するかどうかとか。そうですね。それもあるし、タイアップマーケティングをやってみようという提案で。他で思ったところは、韓国のお客さんと日本のお客さんで違うんじゃないかなと思ったんですけれども。あります。自由にコメントしてみてくださいみたいなことを、アンケートみたいなことをやると、韓国人のお客様は特にないですとか、いいことあってもよかったんですみたいな、簡単に言うことが多いんですけど、めんどくさいから。日本人はどんなエピソードがあったのか、長くて、この時乗ったんですけれども、路線でこういうことがあって、心配だったんですけれど、CA さんの対応が本当に良くて、感謝を思ったし、そして、いつもお世話になっていてありがたいです。感動ですね。そうです。それは感動のところすいません。良いところも悪いところも長いっていう感じで。そうですね。韓国の注意事項を書いてもあまり詳しく見る方が少ないんですけど、日本人の方は小さい文字まで読んで、カスタマーセンターに電話する前に熱心に読んで、ここにはこう書いているんですけど、で、またその良いところに戻って、感動的なエピソードで具体的に話せるレベルで何かあります？風が強い日、着陸ができなくて、1時間ぐらいずっと飛行の上で飛行機が飛んでいたことがあったんですけれども、死ぬかと思って怖がらかったんだけど、機長が案内そうで安心してくれて、それも良かったし、そして1時間ぐらい飛んでいて無事に着陸できた。その時拍手が出たというエピソードもありましたね。それをやらなくてもいいのに、わざわざ書いて、長文で書いて嬉しいですね。僕のチャンネルにもコメント書いてくださる方いるんですけども、確かに丁寧だったりとか手紙書いてる感じの方がいたりして感謝してるんですけど、確かにこれ韓国の YouTube とか見てたら少ないかもなと思ったりするんですよね。ちなみに今の航空会社ってエピソードありますよね。初めて名古屋の友達を会うために乗った航空会社が今私が働いている航空会社で、10年前高校生の時はここで働くことは全然想像できなかったんですけれども、10年経ってこの会社に就職してここでマーケティングをやっていることは未だに仕事しながら思っても不思議だなと思います。韓国のどこかの樹平さんみたいな人に広告ってチケット売ってるかもしれないですよね。そうですね。はい。はい。というところで、樹平さんが日本に来て航空会社で働きながら、日本文化と韓国文化の違いというところを語っていただきました。ありがとうございました。樹平さんはですね、YouTube チャンネル運営されていて、東京での日常を動画として投稿しています。コメント欄に書いておくので、ぜひそちらも参考にしてください。はい。以上、パクンでした。アンニョン。